旅トラベルガイドの K です。ベトナム中部ダナン、ホイアン、フエを巡る4泊6日モデルコースを紹介します。ダナンはベトナム中部の港湾都市です。ハノイとホーチミンのほぼ中央に位置します。ホイアンへは南へ20キロ、フエへは北へ108キロ、アクセスの拠点でもあります。ベトナムのユネスコ世界遺産は8件。今回はその中で古都ホイアン、ミーソン聖域、ホンニャケバン国立公園、フエの建造物群の4つを巡ります。さらに絶景観光列車、ベトナムグルメ、上質ホテルまで楽しめるコースです。1日目、バンクーから直行便でダナンへ向かいます。ホイアンのホテルへグラブで移動しチェックイン。バスケットボード体験、ホイアン三大グルメ、そして幻想的な夜の世界遺産ホイアンを満喫します。2日目午前は2カ所目の世界遺産ミーソン遺跡を体験。午後はグラブでダナンへ移動し、ミシュラングルメ、ショッピング、観光スポットを半日観光。ホテルに戻ってゆっくりするのも良いですが、私たちは夜のホイアンを散策しました。3日目午前は世界遺産ホイアンを散歩。バインミー名物ハーブティーをいただきました。午後はグラブでダナン駅へ移動。絶景と生演奏が楽しめる観光列車でフエへ移動。ホテルにチェックイン後グルメを満喫。仕上げにホテルのルーフトップバーを楽しみました。4日目、この日はフエから北へ186キロ、3カ所目の世界遺産フォンニャケバン国立公園を日帰りバスツアーで体験します。片道4時間と遠いですが、フォンニャ洞窟の絶景クルーズはその価値があります。フエへ戻った後はフエのグルメを満喫しました。5日目最終日、4カ所目の世界遺産フエの建造物群を満喫します。午前はフエ王宮とティエンムー寺を見学。宮廷料理風レストランで昼食。午後はトゥドゥック庭寮、カイディン庭寮を見学。フエ郷土料理を満喫。相乗りシャトルでダナン空港へ移動。深夜便で翌朝関空に到着です。旅行の前に知っておきたい基本情報を紹介します。日本国籍の方は45日以内の観光であればビザは不要です。パスポートの有効期限が6ヶ月以上残っている必要がありますので、出発前に確認しておきましょう。関西空港からダナン空港への直線距離は約3380キロ、直行便の所要時間は約5時間です。日本との時差は2時間です。通信はダナン空港で eSIM を購入し、数分で開通しました。eSIM で電話番号ありだとモビフォン一択でした。こんにゃけ版のような山あいでも通信は安定していました。移動は配車アプリ、グラブがとても便利です。行き先を入力するだけで料金が確定し、言葉の心配もありません。フエの定量など町から離れた場所でもすぐに車を呼ぶことができました。通貨はベトナムドン。物価は日本より安く、食事や移動費は比較的リーズナブルです。両替は町の両替所の方がややレートが良い印象ですが、銀行でも大きな差はなく安心して利用できます。電圧は 220V、形状は日本と同じ A タイプ。困ることはほぼありませんでした。形状が合っていても充電できないコンセントがありましたので、気になる方は C タイプの変換プラグを持参すると良さそうです。7月末のベトナム中部は非常に暑く、強い日差しと湿度が続きます。日傘や帽子の日差し対策と水を多めに持ち歩くなど、しっかりした暑さ対策をして無理のないスケジュールで観光しましょう。ダナン、ホイアン、フエはいずれも観光客が多く、夜でも人通りがあるため治安は良好。安心して街歩きを楽しめます。それでは1日目から詳しく紹介します。関西空港からダナンへはベトナム航空の直行便を利用します。
5時間程度ですので、あっという間に到着する印象です。ダナン空港の入国はスムーズでした。到着後すぐに eSIM を購入します。入手した地元の電話番号でグラブアプリを設定し、ホテルまでのグラブタクシーを予約します。アレグロホイアン・ア・リトルラグジャリーホテル&スパに宿泊します。私たちはホイアンを楽しみたかったので、ホイアンでホテルを探しました。泊まってみてとても良かったので、詳しくはホテル動画でご確認ください。ホイアン市街でベトナム丼に両替します。移動します。グラブです。夏ボートに乗ります。バスケットボードを体験します。とても面白かったのでおすすめです。ホイアンには三大グルメと言われる料理があります。ボンホンチャンでそのうちの2つ、ホワイトローズと揚げワンタンをいただきます。いただきます。つけて
いただいてみます。すごいなんかでかい。そうです。とても美味しかったです。ベトナムのトイレは比較的清潔でした。ホテル以外では髪が流せないところが多いです。この旅で1軒目の世界遺産ホイアン旧市街を観光します。ランタンの明かりで夜のホイアンはとても幻想的です。ボートからの灯籠流しもおすすめです。川から眺めるホイアンの街はとても綺麗でした。クーラーついてます。カオラウバーレーでホイアン三大料理最後の一つカオラウをいただきます。教えてくれてるところも全部取れてるわ。こちらもとても美味しかったので、ホイアンに行ったらぜひ味わってみてください。こちらのホテルの朝食はとても充実しています。特にフォーはとても美味しかったので、ぜひ食べてみてください。じゃあめっちゃ美味しいね。出発です。前にする？
この旅で2軒目の世界遺産ミーソンセ駅を観光します。電動カートで遺跡の近くまで移動し、遺跡エリアは徒歩での観光です。現在でもその建築技術が解明されていないそうで、神秘的な遺跡です。日陰が少なく長時間の徒歩になるので、暑さ対策に注意してください。トイレがあります。こちらのトイレはこの旅で唯一の和式でした。午後はダナンを観光します。ここに入っていきます。まずは昼食にミシュランセレクテッドに選出された名店バインセオバーユンで名物料理バインセオをいただきます。立地が入り組んでいますが、とても美味しいので、ぜひ味わってみてください。こちらのトイレは紙が外に設置されている珍しいタイプでした。日本人にとっては珍しいピンク色の教会です。時間があれば写真を撮りに行ってみてください。
グオダナンはとても大きなショッピングモールです。エリアがあります。コンビニやとか時計屋とスーパーに入るには荷物を預ける必要があります。カバンあります。珍しい食材や調味料を見るだけでも楽しめます。お土産物も充実しているので、私たちはここで購入しました。Thank you. ダナンはビーチリゾートとして有名ですので、泳がない私たちも観光に行きました。ビーチ沿いにカフェやバーがあって賑やかです。Waiting around 20 minutes. 夕食もミシュランセレクテッドに選出された名店ペップコーンでいただきます。味も接客も素晴らしく、高評価な理由がわかります。ホテルでゆっくりしても良いのですが、私たちは夜のホイアンを再訪問してみました。何度言っても幻想的です。Thank you. 今日は朝のホイアンを楽しみます。
味しいというバインミーコーナーで、One coconut. Thank you. 世界一のワインミーと言われるワインミー風味で、早めの昼食に名物のバインミーをいただきます。急いでは2回目をディープで面白そうやけどな。昔ながらの市場を見るだけでも楽しめます。夜のホイアンも幻想的で良いのですが、朝のホイアンも黄色い壁に色とりどりの花がとても綺麗です。到着しました。ホイアンの名物ハーブティー専門店モットホイアンで名物のハーブティーも楽しんでください。I mean, yeah, one with egg and cheese. This one, please. チェックアウトを済ませて超高評価店オールデイバインミーでバインミーをいただきます。こちらはカフェのような店舗で味と景色の両方を堪能できます。14時20分。ベトナム鉄道の観光列車でフエに向かいます。こちらの観光列車は生歌や生演奏、エンターテインメントが楽しめます。
say hello, Vietnam. To say xin chào, Vietnam. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. 絶景も楽しめますので、福江の世界遺産観光には片道だけでも利用することをお勧めします。おお、すごい人数。フエでは最も高層なランドマークホテルメリアビンパールフエに宿泊します。お部屋からの眺望も楽しめます。一番高いので、外からは見上げればホテルの場所がすぐにわかります。夕食はフエ王宮にあるフレンチコロニアルレストランレ・ジャルダン・ドゥ・ラ・カランボルに伺います。こちらでは洋食も楽しめますが、フエの伝統料理もいただけます。私たちはもちろんフエの伝統料理をいただきました。味も雰囲気もとても良かったです。
Thank you. 上で専用エレベーターがあります。ホテルの最上階にあるルーフトップバーゼニススカイバーに伺います。フエの街が一望でき、優雅な時間を過ごせます。ホテルの朝食は圧倒的な品数で、ついつい食べ過ぎてしまいます。この日はこの旅で3軒目の世界遺産ホンニャケバン国立公園を観光します。フエからバスツアーで日帰りで行くことができます。トイレ休憩を兼ねて教会を観光します。ベトナム戦争の南北境界線 DMZ も通過するので、バスの車窓から見学できます。ホンニャケバンに到着しました。こんにゃけばんツーリズムセンターでこちらで昼食をいただきます。I think fish. Maybe yes. For me, it's hard to eat rice. Like the other things, yes, but rice is hard. Where are you from? Italy. Where are you from? Japan? We are Vietnamese. Okay. あなたは日本人ですか？はい、日本人です。いや、絶対ジャパニーズ。I can speak Japanese. ツアー参加者とお話ができて楽しかったです。ボートに乗ってフォンニャ洞窟を観光します。
洞窟ではエンジンを停止して手漕ぎになります。入れんねや。入れた。鍾乳洞の景色が圧巻です。ました。ゴールデンベア。ああ。ほら、キラキラ光ってるやろ。大きいな、これ。ほんまやな。移動時間は長いですが、その価値が十分にあると思いました。そうやな。なんか可愛い。途中トイレ休憩を挟んで上に戻ります。夕食はホテルスタッフにおすすめされたレストランチャンでいただきます。サイドがフリーだね。お疲れ様。美味しそう、すごい。確かに人気なの分かる。あ、めっちゃ美味しい。はい。あー、美味しい。Thank you very much. I ate. Look. I will move gently. Thank you. Take my best. Thank you. Have a good night. Thank you. 美味しかったです。味も接客も完璧でした。私も皆さんにおすすめします。あ、匂いすると泣いてた。ここにホテルの朝食はメニューが変わるので連泊でも楽しめます。Thank you. こ
Thank you. 最終日、この旅で4軒目の世界遺産上野建造物群を1日満喫します。9時前ですけど、結構。まずはフェ王宮、入り口から圧倒されます。こちらは見どころが多くあります。詳しくは別動画で紹介しています。以上なんや。入り口から500メーター。続いてティエンムー寺、世界遺産の一部です。フエ最古の寺だそうですが、今でも僧侶の方が生活し、礼拝や法要が行われています。ランチは上王宮らしく宮廷料理風レストラン板尾ガーデンでいただきます。観光客向けという感じはしますが、私たちはとても楽しめました。味も美味しかったです。板尾ガーデンからここですか。エントリーチケット。続いてトゥトゥックテーレを観光します。こちらも世界遺産の一部です。0秒と言われる。現在は定量お墓ですが、トゥトゥック帝自らが設計に関与し、生前は離宮として使用していたそうです。
トゥトゥクテイ領から徒歩圏にトゥイスワン線香村があります。右手にフォトスポットとして面白いです。市街地から離れているので心配していましたが、携帯はつながりますし、グラブで簡単に配車できます。最後はカイディンテイ領です。こちらも世界遺産の一部です。こちらは豪華絢爛です。一般的に皇帝の埋葬場所は公表されていないそうですが、こちらは実際にカイディン帝が埋葬されているそうです。カイディン帝領はさらに市街地から離れていますが、やはりグラブで簡単に配車できました。の最後の食べ物は2 people。ベトナム最後の食事は高評価のローカルレストランクワンハインでいただきます。じゃあハーフハーフハーフ熱い、だからこっちの方がもっちもちや。タラチョンの方が別にそこがカリカリです。に辛いやつをかけます。フエの名物料理を堪能できます。You stay here? Between. あ、Thank you. Yeah, okay. Thank you. ホテルで予約してもらった相乗りシャトルでダナン空港に向かいます。À, 1 giờ sáng nó mới bay.空港から関空へ直行便を利用して帰国しました。
応始まってます。ベトナム中部の世界遺産4県を巡る4泊6日のモデルコースはいかがでしたか？ベッドがあります。 2人分の最終的な旅費は23万7358円でした。関空ダナン直行便の往復航空券、ホイアンとフエのホテル滞在、現地グルメや観光も含めた総額です。ベトナム中部の見どころをしっかり巡れる満足度の高いモデルコースでした。世界遺産を効率よく巡ることができ、グルメも充実していて、食事の満足度も高い旅でした。グラブ移動はとてもスムーズで効率よく観光できます。移動距離が長いため全体的にややハードな行程です。特にコンニャケバンは丸1日かかるため体力が必要です。ゆったり過ごしたい方はコンニャケバンを外すなどスケジュールの調整もおすすめです。ベトナム中部の世界遺産巡りはこのモデルコースで決まりですね。観光、グルメ、ホテルの詳細はそれぞれ別動画で詳しく紹介していますので概要欄からご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。